劇場版先行のハサウェイキルケーの魔女では、マフティ陣営はオエンベリの偵察に始まり、補給地点を経由してヘソポイントに向かうという流れで、アデレート海に襲撃へ向けた事前準備に慌ただしく活動していました。しかし非常に多くの人物と機体が各地を飛び回っていたので、誰がどこに移動して何をしているのか、いつ退場したのか、分かりにくい方もおられるのではないでしょうか。そこで今回はキルケーの魔女におけるマフティ勢力の各人物の動向について解説させていただきます。なお本動画は先行のハサウェイの小説映画のネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。まずストーリー全体の動きについてです。第1部ラストでクシーガンダムを回収したハサウェイはマフティの支援船であるバリアントに合流。ロドイセアと呼ばれる拠点を捨ててオーストラリアへ向けて南下しました。この時バリアントとともに支援船シーラックがバリアントに随伴し2隻で移動しています。この後オーストラリア北部の町オエンベリへと出撃。そしてオエンベリに展開していたキンバレーのモビルスーツ部隊クスタフカール12機と交戦し、これを撃破。さらにダバオの前司令であるキンバレーを捕獲することに成功します。その後辛くも生き残っていたマフティを語る施設軍隊のリーダーファビオ・リベラと合流しますが、意見の相違により手を組むには至らず、その場を後にしました。そしてオエンベリからメッサー部隊を伴いバリアントに帰還。そのままバリアントとともに次のポイントへ向かいます。この時一部のメンバーはシーラックに乗り、オーストラリア西海岸を経由して壁と呼ばれるポイントへ向かいます。ここで劇中ではイラムが壁までに3つのポイントを用意させていると言っていました。まず1つ目がバイノーハーバー。ハサウェイがケリアを追いかけた場所です。2つ目がヘソポイント。観光地ヤーズロックの麓でアリゼウスと交戦した場所です。そして3つ目がゴーラー。ゴーラーは映画でほとんど語られていませんが、ヘッドロックをかけたイラムがケリアのことでハサウェイをからかうシーンで、ケリアがヘソポイントとゴーラーの剣はキャッチしてくれるだろうと言っていました。なお原作小説のこのシーンではヘソポイントとゴーラーではなくエアーズロックとゴーラーと言及されています。2002年以降エアーズロックは正式名称がウルルになったようですが、それに合わせて映画でのマフティ軍の呼び名はあえてウルルではなくヘソポイントという名前で統一したのかもしれません。と言ってもギニはエアーズロックと呼んでいたので、宇宙世紀時代での呼び名に現実の名前を当てはめるのは邪気かもしれません。ちなみにヘソポイントの由来はエアーズロックがオーストラリアのほぼ中心に高々とそびえ立つ姿から大地のヘソ、地球のヘソと呼ばれていることにあると思われます。そして3つ目の補給ポイントであるゴーラーはヘソポイントを出発したハサウェイたちが次に向かう場所です。現実の地図だとアデレードから 47km ほど北に行ってすぐのところにある町で、どう考えても連邦の警戒区域内なので本作では違う場所を指している可能性があります。また原作小説中巻ではゴーラーへ向かうという話が出ていましたが、下巻ではゴーラーという名前は一切出ておらず、アデレート西部の沿岸にあるアンクシャス湾の洞窟で集結して最後の補給を行っています。さらに小説中巻ではシーラックのガウマンたちとはゴーラーで合流とされていましたが、映画ではハサウェイがガウマンに壁で会おうと言っていました。これらの内容から3つ目の補給ポイントであるゴーラーは現実のゴーラーとは違う場所でヘソポイントから南下した海岸付近の中継地点を指していて、バイノーハーバーのように支援物資の受け渡しを行う場所と考えられそうです。そして壁とは全員が集結する地点であるアンクシャス湾に面した洞窟を指していると思われます。ちなみに映画内では序盤にイラムが壁までに用意している3つのポイントの説明をする際、タブレットにルートが一瞬表示されますが、ヘソポイント以降はギリギリ映らないようになっていたので、ゴーラーと壁の明確な位置は分かりませんでした。オエンベリ戦の後、1つ目の補給部隊との合流地点であるオーストラリア大陸のバイノーハーバーへ向かいます。バイノーハーバーはバーミン空港から西にある入り江です。その道中、アマダマンサン教授経由でギニから暗号を受け取り、閣僚会議の会場がアデレートであることを確信しました。そして
バイノーハーバー到着後、やってきたファビオたちと再会。会議の場所がアデレートであることを告げつつ、彼らに連邦の目を欺かせるため、ダーウィン空港の襲撃を要請します。連邦は通信網を使ってマフティー側に閣僚会議の開催場所がアデレートから中国のコアン町へ変更になったと誤認させようとしていました。それを逆手に取り、ファビオたちにダーウィン空港を襲撃させ、連邦の策にマフティー側が引っかかったと思わせることで時間稼ぎをしようとしたのです。この陽動作戦をファビオたちは快諾。こうしてオエンベリ軍を仲間に加えることに成功します。その後、イラム・マサムを登場させ、エアーズロック付近のローウェストハインリッヒが管理する中継地点ヘソポイントへと向かいました。ここでオエンベリ軍とギャルセゾン部隊は合流し休息を取りますが、ギニの予言を受けて派遣されたキルケーの部隊の吸収を受けます。ハサウェイはギャルセゾンを逃がすためにしんがりを務め、グスタフ・カール2機とギニを乗せたケッサリア、レインエイムが狩るアリュゼウスと交戦。途中、アリュゼウスから現れた量産型ニューガンダムの姿を見て錯乱しますが、圧倒的な強さでこれの撃破に成功。その後、捕虜になることを申し出たギニを回収してケッサリアを破壊し、ギニと共にゴーラーへと向かいました。これが第2章の大筋の流れとなりますが、この中で各人物たちがどのように動いていたのかについて見ていきたいと思います。まずメッサーとギャルセゾン部隊について、マフティー軍は基本的にメッサー2機とサブフライトシステムであるギャルセゾンを合わせた3機でスリーマンセルとして行動しています。エメラルダのメッサー1とゴルフのメッサー4に、エメラルダの恋人レイモンドがキャプテンを務めるファーストギャルセゾンでスリーマンセル。次にガウマンのメッサー2とフェンサーのメッサー3に、シベットがキャプテンを務めるセカンドギャルセゾンでスリーマンセル。そしてハーラのメッサー6とロッドのメッサー7に、ヘンドリックスのサードギャルセゾンでスリーマンセル。主にこの3つの組み合わせがあります。ただマフティーはモビルスーツの数が少ないため、物資や人員運搬向けにギャルセゾン単体で運用するケースもあります。また映画の人物紹介にはこの組み合わせが記載されていますが、別の人物とスリーマンセルを組むケースもあるようです。というのが、オエンベリの偵察に関してはクシーのモニターに9人のパイロットが映し出されており、この時ファーストギャルセゾンのゴルフが先行して撮影したオエンベリの参上の画像を見て、何人かがセリフを言うシーンがありますが、その中にベッチーが映っていました。そのためベッチーが誰かと入れ替わっている可能性があります。これはおそらくフェンサーの代わりにベッチーが加わっていると思われます。というのが、バリアント内のシーンでメッサーがミノフスキー・ヨネスコ型熱核反応炉の不調で動かないという話があった際、ガウマンとベッチーの2人がシーラックにホバーボートらしきもので移動していました。そのためこの2人がタッグでセカンドギャルセゾンに乗り、スリーマンセルになっていたと思われます。またバイノーハーバーでの補給後、ヘソポイントへ向かう作戦を立てる際に、セカンドギャルセゾンのシベットとガウマン、そしてフェンサーとベッチーがいませんでした。このことからオエンベリ戦にフェンサーは参加しておらず、シーラックに待機していた可能性があります。もしくはフェンサーが参戦していた場合は、ベッチーはセカンドギャルセゾンにコーパイとして乗っていたと思われます。なお、このオエンベリ襲撃の人選に関して、映画でのジュリアはクシーのコックピット内のチェック中、OP を気にするハサウェイに対して、こんな無謀な人選とだけ言っていました。ハサウェイはこの言葉に対して、キンバレーだって訓練された兵士たちなんだよと返していたので、このくだりを聞くと出撃メンバーはエースパイロットが省かれているように捉えることもできそうです。しかし原作小説では、こんな無謀な作戦の後に、後がどうなっても知らないよと言っています。これは出撃するメンバーがマフティー軍のパイロットの中でもえりすぐりのエースパイロットたちで構成されているので、誰かが死にでもしたら後の作戦実行が厳しくなるということを指した言葉だと思われます。オエンベリ戦の後、セカンドギャルセゾンのスリーマンセルはシーラックへ帰還。ハサウェイとは別行動でオーストラリア西沿岸を経由して壁に向かうことになりました。バイノーハーバーでのヘソポイント移動作戦会議の時、ガウマン、フェンサー、シベット、ベッチーの4人はいなかったので、この4人はすでにシーラックに乗って移動していると思われます。そのためキルケーの魔女では
以降の出番がありません。ちなみにベッジーは原作小説だとアンクシャス湾の洞窟でオエンベリ軍のチャングヘイやギギと会話するシーンがあるだけで、中間では登場すらしていないキャラなので、映画版でシーラックに乗っていても原作小説とつながります。オエンベリでの任務を終えた後はファーストギャルセゾンとサードギャルセゾンがバリアントに一気投。そしてバイノーハーバーでギャルセゾンとバリアントに補給物資を詰め込んだ後、スリーマンセルたちが各々別のルートでヘソポイントに向かいます。この時作戦会議でイラムは4隊に分かれてヘソポイントを目指すと言っていました。この会議に参加しているメンバーから4隊とはハサウェイとイラムが乗ったクシー、ゴルフとエメラルダ、そしてレイモンドのファーストギャルセゾンチーム、ハーラとロッド、そしてヘンドリクスのサードギャルセゾンチーム、新人パイロットのドラグとビランテス、そしてリドリックのフィフスギャルセゾンチーム、この4つを指すと思われます。なお小説によるとファーストギャルセゾンキンバレーたち捕虜を乗せています。またリドリックのフィフスギャルセゾンはファビオたちと合流し、アデレート襲撃に参加する30人の戦闘員を連れてきています。なお映画でも小説でもフォースギャルセゾンの詳細が描かれていませんが、イラムの話では4体でヘソポイントを目指すとされているので、ギャルセゾン単体で移動しているとは考えにくく、マクシミリアンなどメカニックたちはファーストギャルセゾンかフィフスギャルセゾンのどちらかに乗っていると思われます。なお映画キャラ説明ではリドリックがクシーの予備パーツを持って壁へ向かうと記述されているので、フィフスギャルセゾンが万が一撃墜された場合、クシーは一気に劣勢になります。こうしてヘソポイントへ向けて移動を開始したマフティーたちですが、ヘンドリックスのサードギャルセゾンは最も西寄りのコースからアデレートへと向かっていたキル系の戦闘小隊グスタフカール2機を乗せたケッサリアに捕捉されました。映画では点と点が飛び交い野原が燃えたシーンですが、小説ではこの時の詳細が書かれています。交戦したロッドとハーラは合流地点の方位を察知されないよう分散。その後ハーラがグスタフカールを1機、ロッドとヘンドリックスでケッサリアを1機撃破しましたが、2人は撃破されてしまいました。残ったグスタフカールはケッサリアという移動手段を失ったことでギャルセゾンの追跡ができなかったため、ヘンドリックスのサードギャルセゾンだけ敵の追撃を振り切りヘソポイントに到達しました。ヘソポイントでは運搬班長のローウェスト・ハインリッヒと合流。ハサウェイがすまないと言った際に、しんがりがすまないわねーぜと言った人物です。ここでは大した補給はなさそうですが、小説版だと出発時点でギャルセゾンが6機に増えているので、補給物資を積んだギャルセゾンが追加で加わっていると思われます。映画ではハサウェイ以外は先に出発し、しんがりを務めたハサウェイはギギとの再会を経て全員ゴーラーへ向けて南下していきました。ただ小説下巻ではゴーラーではなくアンクシャス湾の洞窟で全員を瓜生した後の話に飛んでいて、そこでメッサーやギャルセゾンなど最終決戦に向けた大規模な補給を受けているので、第3部でもゴーラーはほとんど登場せず、アンクシャス湾で全員集結する可能性があります。なおバリアントはハサウェイたちがオエンベリへ出撃した後は各地に点在する補給ポイントで人員と物資の受け入れをするため別行動をとっています。またバイノーハーバーへ向かう道中、ケリアとジュリアはダーウィン空港の偵察とバイノーハーバーの補給部隊との連絡を行うため、民間機を装った軽飛行機でバリアントを出発しました。バイノーハーバーではバリアントはモビルスーツ数機分の補給部品を搬入し、偵察に出ていたジュリアも合流しますが、出発後連邦海軍の潜水艦に見つかってしまい、沖合でキル系部隊に撃沈されました。劇中では明言されていませんが、ここで艦長のウェッジ、ジュリア、オペレーターを務めていたミヘッシャなどバリアントのクルーは死亡したと思われます。ちなみにフォーチュンはクシーに忍び込んで逃げており、映画ではウェッジ艦長が艦内でフォーチュンを探す様子が描かれています。ただ小説では詳細は何も書かれていませんでしたが、映画では連邦だって沈む船から逃げる連中を殺しはしないさとマクシミリアンが言っているので、生存の可能性が匂わされています。なお幸か不幸か、ケリアはマフティーを辞めたおかげで生存ルートをたどりました。ちなみに小説版ではバリアントへの攻撃はレーンのペーネロペーが行っていますが、
劇場版ではペーネロペーの修理が間に合っていなかったからか、ケネスは誰の功績か言いませんでした。序盤で連邦海軍は密輸船の監視をしていた際に、中からモビルスーツが出てきて自分たちがやられる危険性があるから何もできないと言っているので、潜水艦の通報を受けたレーン隊のモビルスーツがバリアントを撃沈したと思われます。続いてオエンベリに展開していたマフティを語る施設軍隊オエンベリ軍です。オエンベリ軍は第1部の頃にはすでにファビオ・リベラを中心にオエンベリにて数万単位の戦闘員が集結していました。そしてオエンベリで抵抗戦線を張り、不法居住者を中心とした陸軍を結成しようとします。しかし自己保身のため手柄を立てようと出撃してきたキンバレー部隊によって数多くのメンバーが虐殺されました。ただキンバレー部隊の所業を撮影したビデオを宇宙へ持ち出すことには成功しており、連邦の非道なやり方を宇宙に発信しています。ちなみに映画冒頭ビデオの撮影者に脱出を促す人物がいますが、あれがオエンベリ軍の参謀でファビオの右腕であるチャングヘイです。こうして多くの戦闘員を失ったものの、ファビオをはじめとしたコアメンバーは生存。その後オエンベリ偵察にやってきたマフティと接触することに成功しますが、ファビオとハサウェイが対立したのをきっかけに険悪なムードになり、話し合いは決裂しました。その後ファビオたちは連邦の無線を傍受し、会議がアデレードからコアン町に変更されたと考え、コアン町への足を手に入れるためダーウィン空港に100名ほどの仲間を潜伏させました。ただ戦力が足りないと感じたのか、マフティにギャルセゾンを借り受けるため、ファビオ、チャング、フェデリコ、メイホウといったコアメンバーがバイノーハーバーまで進出し、ハサウェイと交渉。ちなみにこの時ファビオはベースジャバーを貸してくれと言っていますが、このベースジャバーとはギャルセゾンを指すものの、ギャルセゾンという名称を知らないためベースジャバーという呼び方をしているのだと思われます。その後ハサウェイからダーウィンに展開していた部隊を利用してダーウィン空港へ攻撃をかけて、連邦の目を欺く策を持ちかけられました。ここで映画ではメイホウに携帯用ミサイル10機を提供し、クワックサルバーからの資金援助を受けられるよう承諾しました。この後映画だとファビオもヘソポイントで合流し、死ぬんじゃねえぞと言っていますが、なぜそこにいるのかわからない方も多いかもしれません。小説ではバイノーで会話した際、逆にハサウェイたちがアデレードでの陽動のために動けるオエンベリ軍30名を出してほしいと要請しています。そのためファビオはアデレード近辺の陽動作戦に参加するスタッフの選定を行い、リドリックのギャルセゾンで30名と共に移動していると思われます。なお小説だとフェデリコが60名近くの戦闘員を率いてダーウィン空港を襲撃し、2機のビッグキャリアを損傷させることに成功します。ただ映画ではケネスたちがダーウィンを素通りしたからか、少数での奇襲攻撃のようにも見える演出になっていました。ちなみにバイノーハーバーでハサウェイとファビオが再会した際、ファビオの態度の変わりように驚いた方もいるかもしれませんが、小説版によるとファビオはマフティの活発な動きを見てハサウェイたちを見直してくれたと説明されています。映画終盤ではハサウェイにしんがりを任せてファビオたちもヘソポイントを離脱し、ゴーラーを経由して壁と呼ばれるポイントへ向かいます。そしてアデレード攻撃の陽動のために動いていくことになります。ということで以上、マフティ軍の動きについてでした。それぞれの人物がどこで何をしているのかがわかると、一層面白さが増すのではないでしょうか。おそらくヘソポイントの次の最後の補給ポイントであるゴーラーは原作同様3作目ではほぼ出てこず、すぐにアンクシャス湾の洞窟に向かい、そこでメンバーたちとのやり取りの後、アデレード襲撃をすることになるかもしれません。もっと知ってみたいことがあればぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。